僕はまあ絵を見てきた中で8割ぐらいの人間が細かいところを見ているで、全体の形を見てたりとか、大まかな流れを捉えようとしてる人、そういう描き方をしてる人っていうのはもう1割いないんじゃないかな。もう 90% 以上の人間はですね、細かいとこばっかり見ている。全体を見ましょうね。全体の比率、バランスを見ましょうね。っていうようなことなんですが、これをですね、するために、鉛筆を長く持つとか、姿勢を正すとか、細部をなるべく見ないようにして書くとか。っていう風にして、これ皆さん書いてみてください。そうするとどうなるか。線がまずフラフラだよね。多分、うまく書けないですよね。普通に考えて。ですがね、鉛筆をですね、強く短く持ってる人の書き方は、それでいける限界が決まってるというか、まず長いストロークが、書けない、引けないよね。そして、アナログ作業の人は特にそうなんですけど、手で絵が隠れてんですよね。その手の下にある絵が見えないじゃないですか。これがね、気になりませんか？っていうか気にならないようだったらちょっとやばいんですよ、逆に言うと。というのは、やっぱり絵っていうのはその一箇所でできてるもんじゃないんですよ。完成した時って全体を見るよね。だから全体の印象でいい絵、悪い絵っていうのは決まるわけですよ。ね。だから常に全体の中の一本として線を引くっていうのがですね、うまい絵を描くときにめちゃくちゃ重要なんですけれど、ただここで皆さんが絵を見るときにどう見てるかっていうところなんですけど、その時におそらく魅力的な絵の細かいところにキューッとスポットがいってると思うんですよ。これね、人間の興味っていうのはですね、全体になかなかいかないようにできてて、絵でも、例えば顔とか、胸とかお尻とか、細かいところにね、目が行くんですよ。ね。やっぱ顔に多分一番目が行くのは、これもうほんとね、多分共通してると思うんですけど、ね。最近デジタルの方がやっぱね、増えてるんで、どういうことが多いかっていうと、例えばですよ。顔のアップだったら顔すごい描き込めばいいよね。ミドルって言って全身が入るぐらいのサイズなのに寄りすぎちゃって、これミドルの絵なのに随分顔細かく描きましたねっていう絵僕よく見るんですよ。それはなんかバランス変じゃないですか。そのミドルだったらミドルなりの線の密度にしないとね。しかしですね、デジタルでしかもその解像度を上げて描くとですね、どこまでも寄れちゃうよね。しかもどこまでもそのペンとか細くして書き込めちゃうよね。そうするとですね、顔の密度すげえ高いなみたいなアップのような密度でミドルの顔を描こうとするんですけど、でこれをですね引いてみるとなんかね、チャカチャカ細かくてなんか変な絵になっちゃうんですね。これ頑張ったら頑張った分だけ変な絵にだんだんなってくるんですよ、これね。なので皆さんが好き、こういう風に描きたいっていうですね思いだけで、どんどん寄っていくと絵のバランス全体としてはですね、へんてこなことにね結構なってくんですよ。うまく描けない、なかなか伸び悩んでるなとか、結局いつもの自分のこのなんか中途半端な絵になっちゃったなという人はですね、めちゃくちゃシンプルに言うと上手い人と同じ描き方をやっぱした方がいいです。デジタル作画の動画とかもね、メイキング動画とかもあると思うんですよ。あまり上手くならない人のパターンとしては自分の描き方にやっぱ固執してしまう。で、上手い描き方をですね、いざ自分が試してみるとどうなるか。一旦下手になるんですよ。これがですね、怖いんですよね。うわー下手になった、全然ダメだ、あれやっぱ上手い人の描き方だから私には合わないんだって言ってやめちゃう。って言ってまたいつもの自分の絵に戻る。だから上手くならない。これをですね、僕ね、いつもねゴルフ話で悪いんですけど、ほんとゴルフも全く同じなんですよ。なんかプロに教わった打ち方を試すとですね、シャンクって言って変な方飛ぶんですよ。でそのプロの教えてることが嘘なんですかっていう、そんなはずないんですよ。ね、それ正しいんですよ。ですけど変な球が出ちゃうんですよ。それはですね、上手い人の打ち方、書き方も同じなんだけどは最初慣れてないだけなんですよ。今までですね、ずーっと下手な書き方、ゴルフだ打ち方で慣れちゃってるから変なチューニングされてるんですよ。その打ち方とか書き方したらプロだってうまくできやしないんですけど、その変なやり方で覚えちゃってるんです皆さん。だけどそれでもってみんなレベル10ぐらいまでいっちゃってるんですよ。そうすると、そこから伸びないんですね。うまく飛ばないんですよ。なんか行き当たりばったりなんですよ。
ですね、こう安定しないんですね。その自己流の書き方。それはちゃんと全体をコントロールできてないからなんですね。で、たまたまいい感じに、書けることもある。ですが、なんか安定しない。それはですね、全体をコントロールできてないから。じゃあ全体をコントロールするような書き方をしたらどうなるか。自分の中での価値観にこう置き換えてみたら、なんか下手になったような錯覚をするような形になるんですね。これ下手に見えるような気がしてっていうのはですね、実は下手になってないんですね。そう。むしろ別の書き方をした瞬間にですね、なんか線柔らかくなっていい感じじゃんっていう風に、見る人が見たら思うんですよ。しかし、まだ自分のですね、価値観っていうのかな、考え方が変わってないもんだから、なんか下手になったような気がするんですよ。わかります？ここがね、厄介なんですよ。自分の認識がずれてんですよ。自分の認識が今までのいい、うまいえっていう価値観から抜け出せないでいるから、なんか上手くなったような気がしないんですよ。今まで培ってきた、作ってきたですね、手癖をですね、捨てるっていうのがですね、怖いんですよ。ね、あとね、人ってね、案外ですね、上手くなりたいんですよとか、ね、いろいろ言うんですが、実はですね、変化を一番嫌うんですよ。今までの、ローテーションっていうんですかね、今までのパターンっていうのを変化、変えるってことがですね、すごいですね、抵抗感があるんですね。上達をね、すごくですね、妨害するんですよね。